いやー、空飛ぶ車がね、もうすぐ日常になるかもしれない。そんな未来がすぐそこまで来てるんですよ。朝のあのひどい渋滞をスイーッと飛び越えていく。これも SF 映画の中だけの話じゃないんです。今回はですね、この電動航空機の夢が今どこまでリアルになってるのか。そしてその実現を妨げている、一番大きな壁ですよね。それが一体何なのか、その核心にグッと迫っていきたいと思います。ちょっと想像してみてほしいんですけど、朝の通勤ラッシュ、あれを横目に、すっごく静かな電動のエアタクシーで空をスーッと駆け抜けていく。そんな毎日です。ジョビーアビエーションみたいな会社がもう本気でこの未来を実現しようと開発競争を繰り広げてるんですね。これ本当にもうただの夢物語っていう段階はとっくに過ぎてるんですよ。でも、じゃあなんでまだ僕たちの日常にはなってないんでしょうか。こんなにすごい技術なのに。その答えを探っていくのが、まさに今回の話の肝になる部分なんです。はい。ではまず最初のセクション。電動航空機の夢ですね。この技術が僕たちの暮らしを一体どう変える可能性があるのか。まずはその具体的なスペックから見ていきましょう。例えばこれ、ジョビエエービエーションが作ってる S4 っていう機体なんですけど、これもただのコンセプトモデルとかじゃないんですよ。実際にパイロット1人と乗客4人を乗せて、最高時速はなんと320キロ。しかも1回の充電で240キロも飛べるんです。で、僕が一番すごいなと思うのは、これ、ヘリコプターより100倍も静からしいんですよ。そしてもちろん排出ガスはゼロ。まさに空の移動革命って言ってもいいくらいのスペックですよね。しかもこれ、一部の技術者が夢見てるだけっていう話じゃないんです。トヨタとかデルタ航空とか、そういう世界的な大企業がもう何億ドルっていうとんでもないお金を実際に投資してるんですね。これはもう本気でこの未来にかけてるっていう証拠ですよね。ただ、その夢の実現には、とてつもなく大きな壁が立ちはだかってるんです。それが今回の革新、バッテリー問題です。じゃあ、その問題の革新は何かというと、エネルギー源の根本的な違いなんですね。まず、ジェット燃料。これはエネルギー密度がめちゃくちゃ高い。つまり、少ない重さでたくさんのエネルギーを持ってるんです。しかも、飛べば飛ぶほど燃料を消費して機体が軽くなりますよね。一方、リチウムイオン電池はジェット燃料に比べるとエネルギー密度が低い。で、最大の問題は使っても使っても重さが全く変わらないってことなんです。おまけに充電には何時間もかかっちゃう。これ衝撃的な数字なんですけど、Z 燃料と同じだけのエネルギーをバッテリーで得ようと思ったら、なんと重さが約20倍にもなっちゃうんです。20倍ですよ。このとてつもない重さ。これこそが電動航空機が飛び立つ上で一番の物理的な足かせになってるわけです。で、この重さが変わらないっていうのは、もう一つ結構見過ごされがちなでも深刻な問題を引き起こすんです。普通の飛行機って燃料を使うから着陸する頃にはだいぶ軽くなってますよね。でも電動航空機は離陸した時と全く同じ重さで着陸しなきゃいけない。これ機体の構造にものすごい負担がかかるってことなんですよ。さて次のセクションではこのバッテリー問題のさらに深いところ、未来を予測する技術に迫っていきます。つまりただパワーがあればいいって話じゃないんですね。空を飛ぶ以上絶対的な安全、そして信頼性をどうやって確保するのか、ここが問われるわけです。そのキーワードがこれ、バッテリーの劣化です。これ、スマホのバッテリーがだんだん持たなくなるみたいな単純な話じゃないんです。充電と放電を繰り返すうちに、性能がすごく複雑で予測が難しい形で落ちていく現象なんですね。これ、もし空の上で起きたらって考えると、航空機にとってはもう致命的な問題になりかねないわけです。じゃあどうするのか。気温とか使い方とか、ものすごい数のいろんな条件が絡み合う中で、どうやって一つのバッテリーパックの寿命を正確に予測して乗客の安全を 100% 保証できるんでしょうか。その答えが実は最先端の技術の中にあったんです。その答えというのがこれです。MIT なんかの研究チームが開発している機械学習を使った予測の仕組みなんですけど、これ分かりやすく言うとバッテリーの超精密な健康診断システムみたいなものなんです。まず、ものすごい量のバッテリーの利用データを集めるんですね。で、その中から人間でいう体調不良のサインみたいな劣化の兆候を AI が見つけ出す。
そしてそのサインを AI に徹底的に覚えさせて、最終的には一つ一つのバッテリーの余命、つまりあとどれくらい安全に使えるかっていうのをものすごい精度で予測させるんです。これがあれば、ただ何回飛んだから交換じゃなくて、個別のバッテリーの健康状態をリアルタイムで見守れるようになる。これこそが安全を確保するためのまさに切り札なんですよ。まさに研究者たちが言っているように、これは単なる技術開発の話じゃないんですね。生命と財産を守るため、つまりアメリカの連邦航空局 FAA のめちゃくちゃ厳しい安全基準をクリアして、ちゃんと飛んでいいですよっていうお墨付きをもらうために絶対に欠かせない技術なんです。ただ、このとてつもなく大きなバッテリー問題、実は航空機メーカーが一社で頑張っても到底解決できるものじゃないんです。そこで次のセクションでは、この問題を解決するために、今まさに作られつつある巨大な産業エコシステムに目を向けてみたいと思います。これを見ていただくとわかる通り、もう航空業界だけの話じゃないんですね。主役の EVTOL メーカーを中心に、トヨタとかステランティスみたいな自動車業界の巨人、それからモリセルみたいなバッテリーの専門メーカーら、さらには安全性をチェックする専門家や、使い終わったバッテリーをどうするか、リサイクルの専門家まで、全く新しい協力体制、価値の連鎖が生まれてるんです。この年表を見ると、その動きがどれだけ活発か一目瞭然ですよね。2020年にはトヨタがジョビーに巨額の投資をしてますし、2022年にはアーチャーっていう別の会社がバッテリーの専門メーカーと組んでます。でも僕が一番面白いなと思うのは2023年のこれ。アーチャーとベータっていう本来はライバル同士のはずの会社が、なんと充電システムを共通化しようって協力してるんですよ。まさに業界の垣根を越えてみんなでこの課題に立ち向かおうっていう壮大な動きが起きてるわけです。なんでこんなことをしてるかっていうと、結局バッテリーの安定供給からさっき話した厳しい安全性テスト、そして使い終わった後どうするかっていうリサイクル問題まで課題が山積みで、とても一つの会社じゃ手が回らないからなんですね。この強力なネットワークこそが電動航空機を本当に空に飛ばすための一番大事な鍵なんです。さあ、ここまで夢の話から始まって、技術的な大きな壁、そしてそれを乗り越えるためのチーム作りまで見てきました。じゃあ、いよいよ最後のセクションです。これだけのことをやってきて、僕たちは今、ゴールのどれくらい近くまで来てるんでしょうか。これがですね、僕たちの想像以上に進んでるんですよ。例えばジョービーはもう FAA から運航していいですよっていう許可をもらってますし、2023年にはなんと米空軍に最初の機体を納入済みなんです。軍がもう使ってるってことですね。そして極めつけは、ニューヨークのど真ん中、マンハッタンの上空でデモフライトを成功させてるんです。技術的な離陸はもう本当に木綿です。でももしかしたら本当に大事な問いはここからなのかもしれません。僕たちの街、社会、そしてそれを支えるいろんな仕組みは、空の移動が当たり前になるっていうその次にやってくる未来に、ちゃんと備えができているんでしょうか。考えるべきことはまだまだたくさんありそうですね。